世界の辺境マニアです。私は現在、中国雲南省黄河ハニ族彝族自治州現陽県にいます。前回の動画、近平苗族ヤオ族タイ族自治県からバスで移動してきました。本日は2013年に世界文化遺産に登録された中国雲南省黄河ハニ族彝族自治州にある黄河ハニ棚田群の文化的景観を見に行きます。この棚田はハニ族が1300年以上の歳月をかけ山の急斜面に築き上げてきた世界最大級の棚田群。場所によっては最大75度の斜面に3000段以上、多いところでは3700段もの棚田が山全体を覆い、山脈全体が棚田になっていると感じるほどの圧倒的な広さとスケールです。山の森林から雨水を集め、村を通り、棚田へと流れ込む。森林水系棚田村落が一体となった。高度な循環型の灌漑システム。自然と共存する独自の農耕文化が今も息づいており、ハニ族の伝統的な暮らしと自然の恵みを巧みに利用してきた知恵が織りなす、人と自然が一体となった文化的景観です。棚田の帰り道には、ハニ族の村も散策してきました。棚田と共に生きるハニ族の人々の日常をも、ぜひ最後までご覧ください。近平苗族ヤオ族タイ族自治県のバスターミナルに来ました。昨日、このバスターミナルに立ち寄って、黄河ハニ族彝族自治州、現陽県まで行くバスの時間を聞きに来て、朝8時と教えてもらったので、8時前にバスターミナルに到着しました。ここから、黄河ハニ族彝族自治州、現陽県までは、約3時間かかるそうです。バスのチケットも、日本人だと伝えると翻訳を使って、丁寧に対応してもらいました。しかし、昨日は8時と教えてもらったのに、チケットを買うと、8時40分とのことでした。バスの出発時間まで、待合室で待ちます。バスの出発時間前になったので、周りの人にチケットを見せて、どのバスに乗るのか聞きます。この青いバスのようです。聞いた人が、たまたまこのバスの運転手さんでした。バスが出発し、近平から高速道路の乗り口で検問です。2日前に、近平に到着した時も、ここで20分ほどの検問を受けました。今回は30分くらい、しつこくいろいろと聞かれ、スマホの写真、SNS のやり取りの中身まで全部確認され、バスの中に置いていたカバンの中身を見せろというので、バスの中の通路の乗客全員が見ている前で、カバンの中身をパンツ1枚1枚まで全部出されて確認されました。やりすぎじゃないのかとも思いますが、これが辺境に行く試練です。スマホの翻訳でバスの乗客みんなに聞こえるように、待たせて、ごめんなさい、と音声で伝えると、みんな、慌てて、いやいや大丈夫だよ、と手を横に振って、何を言っているのだ、というような表情をしていた。警察や政治の悪口など、下手なことを言うと、カメラもあるし、周りの人も聞いているので、自分の身が危ないのだろうなと、緊張感を感じました。検問を終えて、バスは出発しました。高速道路は、30分ほどしか走らず、すぐに下道に降りました。バスで検問を通るたびに思うのですが、外国人の私がいなければ、全員が ID カードを見せるだけで、すぐに検問は通過できるのですが、いつも、私のせいで、バスの乗客、全員を長時間待たせるのは申し訳ないです。毎回、県境での検問は、中国の法律に基づいた対応で、警察官も、その法律に従って職務を行っているだけなので、その点については、理解しています。ただし、対応する警察官も人間です。人によって対応の仕方は様々で、手続きがすぐに終わることもあれば、かなり長時間かかることもあります。特に、こちらが何か悪いことをしているわけでもなく、違法なものを持っているわけでもないので、必要以上に恐れる必要はないのですが。とはいえ、
検問所での質問攻めが長時間になってくると、職務だと分かっていても、精神的な疲れは避けられません。現用県までは、まだ1時間以上かかるはずなのに、突然、途中の町で降ろされました。バスの運転手さんがトイレに行けというので、一応、用を足してきました。フルーツを販売している屋台がたくさんあるところです。トイレから戻ると、バスの運転手さんは、この自動車に乗り換えだ、と言って、普通の乗用車を指さします。乗用車の運転手さんも、これに乗れ、と、合図してきます。ノーマネーノーマネー、と、現用券までの料金はもらっているので大丈夫、とも言っているので、乗用車に乗り換えました。現用券までのバスチケットを買ったので、てっきりバスで、現用県まで行くものと思っていましたが、そんな常識が通じないのが中国の田舎。なぜか、途中で乗用車に乗り換え、知らない人5人とも相乗りで進みます。30分ほど走ると、また、途中の町で降ろされました。現用県に行くには、この自動車に乗り換えろ。お金はいらない、と、また、違う乗用車に乗り換えです。運転手さんから運転手さんへ、伝言ゲームのように、この日本人は、現用県に行くぞと、伝わっているようです。まあ、言われるがままに乗り換えていれば、現用県に到着できるでしょう。もう、身を任せるしかありません。さらに30分ほど走って、現用県に到着しました。車を降りた瞬間に、これに乗り換えろと、おばさんが言ってきます。どこに行くのと聞くと、棚田に行くのでしょ、というので、勢いで乗り換えてしまいました。乗ってから気づいたのですが、どうやら白タクのようです。この車も5人相乗りで、私の他に、女子高生くらいの子供が3人乗っています。女子高生くらいの子供、3人と一緒に、棚田の観光をすることになるなんて。中国人の若い女の子も、棚田に観光に行くんだな。しかし、この3人は友達じゃないようで、一言も話しません。みんな一人旅なのかなと、想像していると、全員、途中の町で降りていきました。どうやら地元の子供だったようです。運転手さんと私、二人になったところで、さあ、これからどこへ行く、というので。私は、とりあえず食事をしようと、運転手さんおすすめの食堂に来ました。私の大好きな、雲南省名物の、バオジャン豆腐屋さんです。これは焼く前の状態の、バオジャン豆腐。炭火で焼けば、外は香ばしく、中は驚くほどクリーミーな豆腐です。表面の膜がカリッとし、中がトロッとして、抜群の食感。そこに、唐辛子ベースの甘辛い醤油だれにネギやパクチーの薬味をたっぷり入れたタレをつけて食べます。お店の人がタレを作ってくれたので映像をご覧ください。強烈に美味しそうでしょう。中国には美味しいものがたくさんあります。これは高級料理店の美味しさではなく、田舎のおばあちゃんの手作り料理が美味しい。という強烈な美味しさです。棚田へ向かいます。30分ほど走って棚田の一つ目の展望台のようなところに到着しました。稲刈りを終えたばかりの11月の棚田です。黄金色の稲は刈り取られ、棚田は水もなく、人影も少ないこの時期には、山の形と1300年以上続く棚田の輪郭が、
はっきりと浮かび上がります。展望台のようなところには、お土産店も出ています。次の展望台まで歩いて移動します。歩いている横には、ハニ族の人が住む住宅が並んでいます。最近建ったような、新しい建物ですが、棚田に似合うデザインに設計された最新の設備を備えた新築住宅のように見えます。次の展望台に到着しました。どうやら、この黄河埴棚田郡の文化的景観は、完全に観光地化されていて、棚田の周りに、いくつもの展望台が設置されており、展望台を巡り回るのが、棚田観光のようです。あまり観光地は好きではないのですが、せっかく来たので、全部の展望台を回ってみようと思います。画面の左側に見えるのが先ほど歩いた歩道とハニ族の住宅です。次の展望台に移動します。次の展望台に移動します。大勢の人の声が聞こえると思いますが、周りに中国人観光客がたくさんいます。展望台の屋台に売っていたので味見してみたら、みかん味の砂糖でした。翻訳で何か聞いてみましたが、何なのか正体はわかりませんでした。次の展望台に移動します。この展望台は、山脈規模で連続する棚田という感じがよくわかります。ただ、目の前の木が邪魔ですね。次の展望台に到着しました。这边这个近景拍的。次の展望台に到着しました。
次の展望台に到着しました。次の展望台に到着しました。この展望台が一番綺麗に棚田が見えます。棚田の地域は田舎の農民で、わらぶき屋根の家に住んでいるのかと想像していたら、みんなかなり高級な住宅に暮らしていますね。最後に、夕日が綺麗な展望台だ、と言われて階段を登りましたが、登っても登っても展望台が見えません。どこまで登るのだというくらい階段が続きます。30分近く登ると展望台が見えました。こんなにも長い階段とは知らなかったので、疲れ果てて、くたくたです。到着しましたが、まだまだ夕日まで時間がかかりそうなので、嫌になって戻りました。一つの展望台に約5分から10分くらい滞在して、全部の展望台を回るのに4時間くらいかかりました。一応、全部の展望台を回ったので帰ります。と言っても、今夜のホテルは予約してないので、とりあえず町まで山を下ります。私が車を貸し切っていると思ってましたが、少数民族のおばさんを乗せて相乗りになりました。棚田の近くのハニ族の町ですが、学校の終わる時間なので、学校帰りの子供や子供を迎えに来る親がたくさん歩いています。ここ中国では、学校が終わる時間になると、多くの親が子供を迎えに学校へ集まってきます。これは中国に限った光景ではありません。世界的に見ても、特に小さな子供の場合、授業が終わると親が迎えに行くのは、ごく一般的なことです。その一方で、外国人が日本を訪れた時、小さな子供が一人で通学している姿に驚く外国人は多いようです。それだけ日本の社会が平和で、治安や公共空間への信頼の上に成り立っているのでしょう。親が迎えに来る国も、子供が一人で通う国も、どちらが正しいという話ではありません。それぞれの社会や文化の中で、最も自然な形が選ばれているだけなのです。ちなみに、ここにいる人たちは普通の服を着ていますが、ほとんどの人がハニ族です。民族衣装を着るのはお年寄りだけで、現在の人は普通の服を着ているので、民族の見分けはつきません。しかし、ここ、黄河ハニ族イ族自治州では、今もなお、お年寄りが日常的に民族衣装を身にまとっています。特別な行事のためではなく、観光のためでもありません。日々の暮らしの中で、自然に着続けられている衣装です。
民族衣装が生活の中から姿を消しつつある中国において、こうした光景が今も残っている地域は決して多くありません。ここは伝統が展示ではなく生活として息づく中国でも貴重な場所なのです。先ほどの相乗りした民族衣装のおばさん2人がここで降りたので、運転手さんは次の客を探すために民族衣装の人を撮影しながらしばらく街を散策して待ってくれということなので、街を歩いてみます。それにしても意地でも満席で移動して稼ぎたいという根性が伝わってきます。すごいバイタリティです。それでは運転手さんに言われた通り、ここから民族衣装の人々を探しながら街を散策していきましょう。我们还没吃什么，只吃了8点半。過去7日以内にアップされた動画を YouTube モバイルアプリでご覧の方は、コメントプレビューのカルーセルを左にスワイプするか、いいねボタンをタップして表示される YouTube の新機能、タイプボタンを押して応援してください。これからの動画作りの大きな励みになります。世界の辺境マニアです。このチャンネルでは、日本人がほとんど行かない辺境や秘境ばかり行っています。旅して回った国は70カ国以上。有名観光地には興味がなく、日本人がほとんど行かない辺境の地で少数民族の生活と触れ合うのが好きです。1年間の3分の2は旅をしていますので、これからもどんどん辺境の動画を投稿していきます。興味のある方は最新辺境情報を見逃さないように、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。